ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、ヒーローウォーズの内容にはほとんど触れない雑談的な動画になっていますので、あらかじめご了承ください。カーク信者が使用しているパソコンのグラフィックボードに不具合が生じているため、動画投稿が非常に遅い時間になってしまいました。実は、新発売された ASUS 社製の RTX3050 というグラフィックボードを2月6日に購入したのですが、使用し始めた当初から1日に数回の頻度で画面がフリーズしたり、パソコンが勝手に再起動する症状が発生しているのです。ここ数日はこの問題を解決しようと思い、かなりの時間をグラフィックボードの故障対応に費やしてしまい、動画制作を開始する時間が遅くなってしまいました。グラフィックボードの初期不良ということで販売店に連絡をして、購入商品の交換をしてもらえることになったので一安心していますが、合計10時間以上を浪費してしまった点が悔やまれます。ヒーローウォーズを遊戯されている視聴者様の中にも、使用中のパソコンが故障したり、インターネット回線の不具合で、ゲームにログインできない状況に陥るアクシデントに見舞われた人がおられると思います。カーク信者のギルドにおいても過去に数回ほど、インターネット回線の不具合で、ゲームに数日間ほどログインできない状況になってしまったギルドメイトがいました。日本国内のインターネット回線で不具合が生じることはほとんどないと思いますが、海外のゲームユーザーの中には、通信環境があまり良くない地域に住んでいる人も多いみたいです。ヒーローウォーズのように毎日ゲームにログインするようなゲームの場合、パソコンの故障やインターネット回線の不調が最も困るアクシデントだと思います。そのため、新品のパソコンを購入した場合でも、以前まで使用していた古いパソコンを予備機として所持し続けた方が良いでしょう。カーク信者もインテル社製の Core 2 Quad、CPU を搭載している古いパソコンを予備機として念のために所持しています。まあ、この古い予備機だと、ヒーローウォーズにはログインできても、動画制作ができないから、かなり困るんだよね。ギルドを長期間運営していると、突如として、ゲームに全くログインしなくなるギルドメイトが稀に存在します。新規サーバーの場合だと、大抵の場合は、ヒーローウォーズの遊戯をお試し感覚で始めてみたものの、数週間でゲームそのものの遊戯をやめてしまうパターンが濃厚です。ですので、サーバーが開設されてから最初の数ヶ月間は、ギルドマスターがギルド設定の管理画面にて、非アクティブプレイヤーを削除するまでの日数の設定を、数日間の短期に設定するのが良いでしょう。新規サーバーの予選リーグやブロンズリーグの場合だと、かなりの確率でお試し遊戯をしているギルドメイトが存在しますので、非アクティブなプレイヤーは数日間で自動的にキックアウトできるような日数の設定が好ましいと思います。仮にアクティブなプレイヤーが何かしらの事情で自動的にキックアウトされた場合でも、やる気のあるプレイヤーだと、自分からギルドへ再加入を試みるものです。新規サーバーとは逆に、サーバーが開設されてから1年間が経過したサーバーのギルドでは、ギルド設定にて、非アクティブプレイヤーを削除するまでの日数の設定を30日程度に延長した方が良いと思います。なぜならば、サーバーがスタートしてから1年間ほど時間が経過すると、ほとんどのプレイヤーは古参と呼べるほどヒーローウォーズの遊戯に精通しており、何の前触れもなくギルド活動をやめることはほとんどないからです。苦楽を共にしたギルドメイトが突如として数日間もゲームにログインしないという状況は、パソコンやインターネット回線に不具合が生じているか、急病を患って、ゲームにログインできなくなっている可能性が濃厚になります。そういった、ギルドメイトが望まない形でゲームに数日間ログインできない状況が疑われるケースが多いのが、開設から1年以上が経過したサーバーの特徴となります。話をまとめるよ。今回のカーク信者のグラフィックボードのトラブルは、かなり肝を冷やす出来事でした。新規に購入したグラフィックボードの故障は、
購入商品の保証期間内なので大した問題ではありませんが、もしこれが、マザーボードの故障だとかなり困った事態に陥ってしまうのです。なぜならば、新規にグラフィックボードを購入してしまったことで経済的なゆとりが一切なくなってしまい、新たにマザーボードを購入する資金が全くないからです。カーク信者が使用しているマザーボードは、第9世代の CPU に対応した製品のため、第12世代の CPU が発売されている現状では、マザーボードを新品で購入すると、CPU も第12世代の最新型を購入しなくてはならなくなってしまうのです。えへへ、自慢じゃないけど、無職でお金がないから、マザーボードが故障したら動画投稿ができなくなってしまうんだよね、あはは。さて、このようなわけで、ギルドマスターをされている方は、状況に応じてギルド設定を変更された方が良いでしょうというお話でした。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。